皆さんはこちらのホビー、ラジオンク、をご存知でしょうか？ 2002 年にタミヤから発売された商品なのだけど、ミニ四駆ブームが過ぎた頃に出た製品なので、知名度はあまり高くない。当時、遠隔操作できるミニ四駆が発売された、という情報を得た私は模型屋さんにダッシュし、ラジオンクを購入。なぜか実写タイプしかなかったけど、後でトライダガーに乗せ替えるから問題なし、と思っていた。ワクワクしながら組み立てて、完成した瞬間にあることを察した。これ、曲がれないのでは？ラジオンクは、ボタンを押している間だけスイッチがオンになり、離すとオフになるだけで、左右に曲がることはできないという仕様だったのだ。しかも実際に走らせると、少なくともノーマルでこのコースを走らせる分には、スイッチをオフにするタイミングは皆無で、基本的にずっとスイッチはオンのまま。なので、受信機を外して、普通のミニ四駆と同じように電池とモーターを直結し、スイッチオン。ゴーの方式で走らせた方が早い。噂によると改造してスピードアップしても、ブレーキセッティングなどでコースアウトを防ぐことになるらしい。モロチン固定方法が違うので、ミニ四駆ボディとの互換性はなし。脳内ではすでに世界グランプリの予選が始まるくらいまで妄想を加速していたので、あまりのショックに気を失ってしまい、目が覚めたら全身毛むくじゃらになっていた。まあ実写のラリーは好きだし、これはこれで楽しいぞ。と自分自身に言い聞かせながらボタンを押していた思い出。あれから約20年、少しは工作スキルも上がったはずなので、もしラジ四駆がこんな感じだったら、的なマシンを開発してみようと思う。開発コンセプトは、1、曲がれる。やはりラジコンにするなら前後左右に自在に操りたい。2、シンプル。ミニ四駆に倣ってできるだけシンプルな構造を目指す。それはすでに開発済みなのでは？以前開発したグランプリマシンは、ステアリングなしのシンプルな構造で自在に曲がれる。ので、追加のコンセプトで差別化しよう。3、パワーソース。ミニ四駆サイズのモーターと単3電池を使用。ラジ四駆サイズならなんとか収まるはず。4、クオリティ。今回はクオリティの高さに努力値を振ってみる。と言っても工業製品には及ばないし感覚的なものなので、これはあくまで努力目標。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。シンプルな四輪駆動にしたいので、グランプリマシンと同じく2モーターで左右独立駆動とする。電池はここに搭載。サイズに余裕があるので良い位置に収まった。これに合わせてシャーシを設計。ギアカバーやバッテリーホルダー、ボディマウントなどを作れば、3D データ完成ではない。クオリティを高めるために、無数の試作と改善を繰り返すこと約半年。今度こそ 3D データ完成。最終的にバージョン128まで行ってしまった。完成版を 3D プリンターで召喚。組み立ての前に下ごしらえ。まずはオレンジクラウンギアをこんな感じに加工。わかりにくいけどボスの部分を細くしてある。次に六角シャフトを切断し、抜け止めをつけて、先ほどのギアとベアリングを装着。72mm の六角シャフトを延長。ベアリングとギアを装着し、プロペラシャフトの完成。銅板をカットし、電極を連成。ミニ四駆の電極を加工。こちらの部品に電極を取り付け、コネクタをハンダ付け、電極カバーとモーターを搭載し、モーターユニット完成。アッセンブル。これに電池を取り付ければ、ラジ四駆互換型左右独立駆動シャーシ、AZRC1 シャーシ、完成だ。ラジ四駆のシャーシと並べるとこんな感じ。ホイールベースやトレッドなどは変えていないので、サイズ感はほぼ一緒。令和のラジ四駆ですと押してください、と言えば、ワンチャン通れる気がする。ただし重量は電池込みで約 140g。モーターが2個なので当たり前だけど、ラジ四駆よりかなり重くなっている。以前開発したグランプリマシンと比較。サイズはミニ四駆と同じだけど具材が小さいマシンと、具材はミニ四駆と同じだけどサイズが大きいマシン。的な対比になっている。ボディを乗せるとこんな感じ。これなら間違いなく通れるぞ。ちなみに前後のボディマウントを交換することで、通常のミニ四駆ボディも搭載可能。
ただしホイールアーチがずれてしまうし、物によっては干渉部分の加工が必要。バギー系のボディだとこんな感じ。フルカウルに比べると違和感が少なくて乗せやすい。他にもいくつか試したけど、長くなってしまうのでおまけで紹介しようと思う。走行テスト。さて、シャーシが完成したので走行テストをしたい。ラジ4区は受信機を外して走行可能だったけど、このマシンは端子に何も接続しない状態では走行できない。ので、余った部材から、ダミープラグを連成。ダミープラグ接続。スイッチオン。これで電池とモーターを直結して走行できる。なお、逆向きに差し込むと、スイッチオン。タイヤが反対向きに回転する。ダミープラグでシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。これは、とても平和な速度。モーターを2個搭載しているとはいえ、低回転モーターな上に、ギア比が 8.75 対1なので、かなりのんびりな走行。まあスピードを求めるマシンではないのでこれで良い。タイムは 17.88 秒。とりあえず走行テストは OK。制御ユニット。次はいよいよ遠隔操作可能な制御ユニットを搭載しよう。まずはこちらの、汎用多目的超小型 BLE リモコンロボットコアデバイス。通称 B コア。こんな感じに接続するだけで、スマホからモーターなどを操作できる便利な代物。欠点は現時点では入手性が低いこと。動作確認。ペアリングポチッとな。これでもう操作ができてしまう。もちろん出力は無段階で滑らかに調整可能。さらにスマホ経由でプレステのコントローラーを接続すれば、物理ボタンで操作できる。タッチ操作より格段に操作しやすいのでおすすめ。特に細かい微調整は物理ボタンじゃないと難しい。走行させてみよう。ペアリングポチ。ゴー。おー。動いた。停止状態からだとしっかり曲がれるけど、前進状態から曲がろうとすると大回りになってしまう。内側のタイヤにブレーキをかけられないのがネックかも。あと単純にこの方式の操作に慣れていないのもある。ので、マイコンと小圧回路とモータードライバーを合体。マイコンの Bluetooth で遠隔操作が可能。プログラム次第で自分好みの操作感を実現できる。今回はとりあえずグランプリマシンのプログラムを書き込んでみた。テスト走行。ペアリングポチ。ゴー。あれ？全然曲がらない。どうやらこのマシンはホイールベースが長いので、グランプリマシンに比べて曲がりにくいみたい。ここはコントローラーでパラメータを調整して。よし、なかなか良い感じになったぞ。曲がる時の左右モーターの出力差を大きくしたので、先ほどよりもクイックに曲がれるようになった。これでおおむね目標の動きは実現できたけど、もうちょいスピードを上げても良さそう。というわけで低回転型からノーマルモーターに変更。ついでに電池も2角からニッケル水素に変えてみる。テスト走行その2。ゴー。おー。これは思ったよりパワフルだ。若干テールスライドしてる？少し近くで見てみよう。非力なノーマルモーターとはいえ、低回転モーターに比べると結構スピードが出る。楽しくなってきたので、もう一つ機能を追加しよう。追加したのは、ヘッドライト、さらにハイビーム。コントローラーで切り替えられるようにしてみた。部屋を少し暗くしてテストしてみよう。ライト点灯。ゴー。さっきより実写っぽい雰囲気出てるんじゃなかろうか。と思ったけど畳の上を走っているので、やはりラジコン感が拭えない。アスファルトの上で走らせたくなってきたぞ。屋外走行。公園の駐車場にやってきた。ターマックとグラベルが混在していて、ラリーカーにぴったりの路面になっている。ゴー。まずは安全なターマックで様子を見よう。おお、なかなか良い感じだ。3D プリンター製のこのタイヤ、中を空洞にしてあるので、路面の細かいギャップでもある程度は安定して走れる。ただしサスペンションがないので、石ころを踏むと跳ねたり、
急に向きが変わったりすることもある。いつも悩んでいる走行シーンの撮影。今回は自撮り棒とスマホの組み合わせでトライしている。腰をかがめなくても撮影できるのは良いけど、撮っている時には画角がわからないし、操縦と撮影と追走を同時進行しなければならない。という根本的な問題は解決していないので、いつもの通り気合と勘で頑張っている。ただ実際撮れた映像を改めて見ると、車種やアングルも相まって、WRC の空撮みたいでとても良い。頑張った甲斐が。草に引っかかってスタックしてしまった。今度はグラベルに突入。これは、めっちゃガタガタして走りにくいぞ。サスペンションもそうだけど、そもそも地上高が足りていないので、すぐにスタックしてしまう。このマシンが24分の1スケールだとすると、直径1センチの石ころでも、実車換算だと24センチの石となるので、乗り上げたらひとたまりもない。走行後の車足はこんな感じ。調子に乗ってグラベルを走らせすぎたので、砂まみれになってしまった。最後に試すのはこちら。近藤化学の MC8。左の受信機と組み合わせて使うことで、サーボやモーターなどを手軽に遠隔操作できる代物。今回は2つのモーターを制御したいので、こちらのミキシング ESC を使用。受信機と ESC を合体。配線を短くしてスッキリさせようかと思ったけど、今後別の工作で使うかもしれないので束ねてごまかした。さらに ESC の容量に余裕があるので、バッテリーを 3.7V タイプに変更。マシンに搭載するとこんな感じ。自作タイプの制御基板よりボリュームがあるけど、実車タイプのボディなら余裕で収まる大きさ。アスファルトでテスト。ゴー。なるほど。バッテリーを強化したので、トップスピードが上がっている。追いかけながらの撮影だと、7割くらいの速度でギリギリという感じ。試しにアクセル全開にしてみよう。おお、爽快感がある速度だ。またスタックしてしまった。簡単にまとめるとこんな感じ。B コアのようにコンパクトで、MC8 のような送信機が付属した、2チャンネルの廉価なコントローラーがあったらいいのに。今回はラジ4駆の互換マシンを開発。ミニ4駆サイズのモーターと単3電池2本、という構成で程よくまとめることができた。このサイズならミニッツでいいじゃん、という気もするけど、シンプルでミニ四駆のパーツと互換性があるのは良いところ。あと速度と制御次第では小回りが利くので、狭い場所でも走れるという利点も。おまけ。ミニ四駆のボディを何種類か搭載してみる。ただし制御基板なしでのフィッティングなので、遠隔操作する際にはボディ内にうまく収める必要がある。まずはサイクロンマグナム。フロントのギアカバーとリアタイヤが当たるので、ちょっと加工が必要。ネオトライダガーは、カーボンスペシャルのボディならそのまま搭載可能。スピンコブラとプロトセイバーエボリューションも、無加工で搭載可能。ガンブラスター XTO は、リアタイヤが当たっている。ベルクカイザーとディオスパーダは、そのまま搭載可能。2024年へとミニ四駆、立つ年も OK。ちなみにこの中だとディオスパーダのボディが、基板の収まりが良くてジャストフィットしている。おまけのおまけ。今まで開発したマシンに対して、売ってほしい、的なコメントをいただくことがある。今回せっかくクオリティに努力値を振ったので、量産してみた。しかし結論から言うと、販売は可能だけど色々難点がある。ということが分かったのでここで報告させていただく。1、精度。ギアの噛み合いや部品の回転など、走らせる前提のものなのでそこそこ高い精度が必要になる。しかし私の設備ではどうしても誤差が出てしまう。また、市販部品で代用できない一部の部品は、手作業で加工する必要がある。これらを組み合わせて一つ一つ調整しているので、どうしても精度にばらつきが発生してしまう。2、価格。組み立て調整に労力がかかるので価格が上がってしまう。3D プリンターの出力品のみならある程度抑えられるけど、ご自身で組み立ててください、というには難易度が高い。さらに設計等の労力まで価格に反映すると、高級ラジコン並みの値段になってしまう。3、制御。今回のように遠隔操作するマシンは電子制御が必要になる。B コアのように手軽な基板があれば良いのだけど、現在は手に入りにくい。
マイコンとモータードライバーを組み合わせたものは、作るのが難しい上に、コントローラー側がネックになってしまう。現状だと MC8 が一番現実的な選択になりそう。4、サポート。個人販売では企業のように手厚いサポート体制が築けない。あくまでジャンク的な扱いで、補修などはユーザー側の技量に頼ることになってしまう。まとめると、工業製品ほどの精度はなし、価格は高い、制御系や補修などはユーザー頼み、という無茶苦茶な商品。あとそもそもラジオンクのボディ持っている人が少ない。これを承知の上でなお、欲しい、という猛者がいるかもしれないので販売を検討してみるけど、もしこの動画の概要欄を見てリンクがなかったら、やっぱ難しかったんだな、と思ってください。そして今後も販売チャレンジは続けたいけど、売れそう、という理由で開発すると迷走してしまうので、今まで通り自分が欲しいマシンや作りたいものを作って、それが再現しやすければ販売を検討してみる、というスタンスでいきたい。過去に作ったものだと半分サイズの4とか良さそう